どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、この11月4日本日から始まりました Amazon の冬自宅セール。なんやねんそれっていう感じなんですけども、冬が始まる前に支度をしようという、初めて聞いたセールなんですけども、意外とApple 製品とかありましたので、おそらくブラックフライデーもあると思うんですけども、それを加味してもちょっと安いかなっていう製品がですね、いくつかありましたので、いつも通りこのポイントアップキャンペーンね、エントリーございますので、最大 8% だったかな。はい。で、服とか靴とかがプラス 3.5% なってます。さあ、カードとか、プライム会員ね、もしまだなってない方いたら、学割とかもありますので、一応概要欄貼っときます。はい。1000ポイント確かもらえるやつがあった気がする。はい。日用品とか結構安いと思いましたので、今回、Apple 製品ちょっとまだ入れれてないんですが、紹介する製品ね、もう動画見るのめんどくさいよっていう人は、本当にこれ2時間探したんで、はい。一覧でね、Amazon フロントの方で見れますので、はい。チェックしてみてください。一覧で見えます。1分ぐらいで終わります、多分。Apple 製品行く前にですね、キャンペーンじゃないんだけど、漫画がですね、ポイント還元が、こちらもまた 50% かな。例えば、ワンピースも、ワンピース 50% だったかな、確かね。ポイントが結構えぐいことに、なっておりまして、50巻まで買うと全部半分戻ってくるっていう、11,500 ポイントとか。大赤とか呪術廻戦、前、僕のおすすめのキングダムとかもですね、74が多分予約開始してたのかな、74巻がね、怪獣8号とかそこら辺のね、ジャンプ関連のやつは全部 50% だったと思います。おすすめ、とりあえず入れておきます。50% 還元結構えぐいんでね、ここら辺の読み応えのあるやつとか、もう軒並み 50% 還元。色赤、ハンターハンター、ここら辺で全部面白いっす、正直。キングダム、ジョジョの、5部だね、これね。ジョジョ面白いんだよ。少なめで面白いやつとか、満州ね、アフェンスクワットとか面白いらしい。ちょっと僕まだ読めてないんですけども、あとチェーンソーマンも全部 50% だね。フリーレンはね、めちゃくちゃ面白いんで、ブルーピリオドとか映画になってましたし、怪獣8号、スパイファミリーあたりも全部 50% になってるので、チェックしてみてください。はい。で、あと一応 Kindle Unlimited が、多分これが表示されると2ヶ月99円かな。11、12か。年末ギリギリ引っかかるぐらいにはなると思うので、ブラックフライデー待ってもいいかなっていう気がするが、これどうなるかわかんないんで、ありかなと思います。読み放題で、結構本、雑誌とかはこっちを入った方がいいと思いますね。あとプライムリーディングでも一部読めますので、こんな感じで。はい。プライム会員の方はね、割と読めるんで、これも見てみてください。で、あと、プライムビデオのね、このゴールデンコンビか。めちゃくちゃ面白かったので、いろんなこのコンビが芸人のね、新しいコンビを組んで8組で、即興でコントするみたいなやつ。はい。あと、竜が如くとか、なんか出てましたね。青の箱も、あとブルーロックとかもあるんで、これはプライムビデオ見れますんで、超おすすめです。はい、ということで、まずは AirPods Pro 2ですね。セールってわけではないんですが、35,000円になってました。だいたい3万ね、せいぜい8,000円ぐらい。定価は39,800円なので、これどうだろう。ブラックフライデーでどうだろう。安くなっても多分34,000円ぐらいだと思うんで、そんなにね、今までの最安値とほぼほぼ一緒なんで、結構ありかなと思いました。もうこれは言うまでもないと思うんで、Apple 製品との、ノイキャン最強ですし、ね、親和性はめちゃめちゃいいと。で、あと AirPods 4がですね、これ最新のモデルになるんですが、これも18,000円ぐらい、19,800円なんですけど、はい。ただこちら、ノイキャンなしのモデルになってます。はい。普通に、今までの AirPods の、うどんって言われてたやつの最新バージョンになります。ノイキャンのモデルは、Amazon ではね、残念ながらちょっと在庫がなかったのでそっちの方が僕はおすすめなんですけど、はい。それは Apple Store とかで買ってもらえばいいかなと。在庫戻ってきたらシェアしますね。レビューもしてるんですけど、めちゃくちゃいい。割と最近ね、この AirPods 4のノイキャンのやつ使ってます、僕は。はい。で、一応 AirPods Max に関しても、新しくなったんですけども、正直 USB-C になったぐらいなんですが、3500円、安いと思いますね。84,800円だったかな、定価はね。ですので、Amazon で買うと少し安くなっております。カラーが微妙に変わってるので、これから気になってるよって方はいいんじゃないかなってするが、僕、側圧がね、結構頭痛くなっちゃうんで、あんま使わないんですけど、でもね、音とかは良かったりするんで、あとなんか Beats Studio Pro のね、このキム、なんていうかわかんないけど、多分コラボモデルなんですけども、安くなってた。あと、アースっていう色かな。ちょっと女性向けのカラーではあるのかなと思うんですけども、でもなんかいい感じの色ではあるんで、
ノイキャンとかね、使い勝手、ただ装着感に関しては僕やっぱこの Beats Studio Pro の方がやっぱいいですね。 AirPods Max より全然。ノイキャンはね、そんな変わんないと思います。で、音もまあまあ悪くないので、外部音取り込みモードもね、ほぼほぼ同じような感じなんで、僕はこっちの方がおすすめかなって思いました。はい。安くなった3万円台ならいいかなと。で、あと Apple Watch が在庫がね、復活してましたね。シリーズ10。こちらもですね、定価が59,800円かな。で、今僕使ってるんですけど、ジェットブラックね、めっちゃいいです。つけ心地がね、やっぱりいいですよね。薄くなったんですよ。10% っていうね、画面が一番でかくなっ、一応大きくなったんですけど、そこよりは、この薄くなって装着感がすごい良くなったんで、割とずっとつけてられますね。なんか腕に乗ってる感じがないんですよ。あと高速充電ね、やっぱ便利。さらに速くなったので、結構ありですね。はい。今ね、Apple Watch のバンドつけてるんですが、これ買ってみてすごい良かった。一応で 20% オフのクーポンが入ってて、ほぼほぼ僕が多分セールで買った値段とそんな変わんないんで、これチタンにはなるんですけども、マグネット式なんですよ。下が、マグネットでくっつくタイプなんで、これがめっちゃいい。僕はグレーなんですけど、真っ黒がいいんだったら多分このブラックがいいと思います。シルバー系だったらこのチタンの白っぽい方が合うと思うんで、一応グレーでも若干本体より明るいんですけども、そんなに明るくないんで、つけ心地めちゃくちゃ良くて、長さ調節はめっちゃ簡単でした。超簡単。3分ぐらいでできた。これ超いいです。はい。軽いんだよね。軽くて、でやっぱステンレスだと重くて、結構傷つくんですよ。あと金属アレルギーとかにも、たまになる場合もあるんで、ずっと金属つけておくとねっていう場合もあるので、そこら辺もいいかなと。軽さですね、僕は。はい。で iPad mini がこれ1個前、最近新しいのが出たんですけども、ほぼほぼ変わってないんですが、値段は変わってないんだけど、ポイントがですね、14,700ポイントつきますので、実質7万円ぐらいになるので、64でいいんだったら、ありっちゃありかなっていう気はする。微妙なところではあるんだけど、14,800円がちょっと下がってほしいなっていう気はするんですが、実質7万円で買えると、ポイントね、つくから。で、一応最新のモデルが、これかな A17 Pro っていう、チップが変わってカメラかインカメラとカメラでも変わってないか、ほぼほぼ。何が変わったっけ。あと Apple Pencil ですねのプロが対応してます。で若干安くて、128ギガにはなってるので、ただ用途によっては全然64でいいかなっていう、その文章ゲームをゴリゴリ入れるとかじゃない限りは、こと足りると思うんで、 Apple Intelligence をもう少し時間かかるし、なんで大きな違いとしてはディスプレイは若干改善されたんですけど、そんな変わんない。ジェリースクロールってやつがね、なんで Apple Pencil Pro が使えるっていうところが個人と、あとそのグラフィック性能があったぐらいかな。はい、ただ Apple Pencil の第2世代、今までのやつは使えないので、それ持ってるんだったらやっぱさっきの例えばこっちとかのモデルの方がいいのかなと思います。また新しく買わないといけないんで Apple Pencil Pro。はい。13ミリの整備済み品なんですが、5万円台まで来てたので、割と悪くないかな。ほぼほぼ最安値じゃないか、これ。うん。ほぼほぼ、というか最安値だな。万円台なら割とありかなと思いました、僕は。最後のミニモデルですので、128ギガあるし、はい、普通に使う分には、サブでもいいしね、カメラってやっぱ、バッテリー持ちが13から良くなってるので、ミニはって感じではあるんだけど、はい、割とありかなと思いました。はい、で、こちら MacBook Air のね、13インチですね、M2 のモデルなんですが、全然これでいいですよね。今回新しい Mac が出まして、これメモリが 16GB からなったんですよ。で、これが一応定価になってます。148,800円なんですが、メモリ 8GB のモデルがApple Store も扱ってないんですけども、安くなっておりました。 Amazon では。なので結構ありだと思います。正直安い12万円台でなかなか新品、中古ならもちろんあるけど、新品でこれはあんまりないんじゃないかな。ほぼほぼ最安値、価格コムとか見たんですけど、ほぼほぼ最安値だったので結構ありかなと。ポイントもつきますし、メモリ8ギガで普通に使う分には全然別に編集自体もできるんで、性能的には、あとはもう容量の問題みたいな感じなんで、で、こちら最新の iMac が M4 のモデルで出ました。はい、ほぼほぼチップが変わったのと、微妙にカラーが変わったぐらいで、ほぼほぼ変わってないんですけど、こちらもなぜか安い。198,800円だったかな、定価が。なんかもう安くなってたので、オールインワンってやつですね。全部キーボードと、マウスとか
ついてるので、可愛いんだよね、このデザインね。はい、いいかなと。で、こちらも新しく出た MacBook Pro の M4 チップですね。メモリが 24GB で、ストレージが 1TB のモデルなんですが、こちらも1万円ぐらい安くなってんだよね。30万8800円なんですよ。Apple でカスタマイズすると。なんですけども、知らんけど1万2000円ぐらい安い。ちょうどいい感じのモデルではある。はい、他は多分ね、安くなってなかったと思うんだよね。はい。これが一番最安のモデルになるので、5万ぐらいかな。4万ぐらい乗るのか。そんなに変わんないかな。メモリ24で 1TB すごいいいかなっていう気がしました、これ。で、スペースブラック選べるようになってるんで。で、あと USB-C ライトニングケーブルが 1% オフぐらいになってるので、これライトニング欲しい人はいいんじゃないかなと思いました。Amazon で買うとなんか安いんだよね。はい。で、あとマグセーフ充電器のこれ新しいやつですかね。で、2メートルの方が安くなってましてね。一応25W 出るっていう感じではあるんだけど、どうなのかなっていう気はするけど、早い気がします。一応僕使ってるんですけど、無理に買う必要はないかなと思うんですけど、純正が良くて、この長いものが欲しいっていうんだったらありかなと思いました。iPhone ケースが、15 Pro Max のやつが安くなりましたね。これ純正は薄くてね、結構使いやすいんですよ。ただ一応下側がね、ここ下側空いてるので、それだけ注意かなっていうところですかね。落としても大丈夫だと思うんですけど、この下空いてるんですよ、これ。そこだけはい。ボタンは若干硬めではあるけど、クオリティはね、めちゃめちゃいいです。はい。で、あとベルキンのやつが、ツインワンのやつが、C2 がね、こう安くなってましたね。9000円になってたので、ほぼほぼブラックフライデーもそんな変わんないと思うんだよね。iPhone とApple Watch じゃない、AirPods できるモデルで、最新の規格対応してますので、これ 180g ぐらいなんですよね。軽いんで持ち運びできるのが結構いいところ。どうしようかなって思ってる今で Apple Watch 搭載のやつは、安くなってました。これただ平置きなんでスタンバイモードとか使えないと思うんだけど、C2 でApple Watch も、全部できて、ベルキンのやつだとおそらく一番安いんじゃないかなと思うんで、ありかなと思いました。平置きでいいんだな。その分スペースは、圧迫感はないので、でも立てれるのかこれ、そういえばで、あとガジェット類なんですけども、Fire TV がね、33% オフなんで、これプライムデーとほぼほぼ同じような価格になってたので、安いなと思った4K、テレビに挿して、見えるやつだね、さっきのプライムとか、古いテレビとかにこうぶっ刺して見れるんで、はい、あと FireHD8 がね結構安くなってた、スペックはそれなりなんで、本当に漫画とか動画専用機として見るなら全然いいかなって思います。容量も32なんで、漫画とか、読書用で一応動画を見たいよみたいな方だったらありかなと思いますね。安いしねこれね、そもそも、はい、8インチサイズねちょうどいいかもしれない。で、あと ESR のこのガラスフィルムがですね、めちゃくちゃ安くなってましたこれはもう利益あんのかっていうぐらい、3枚入ってるし、しかも一応位置合わせのやつ入ってるんでね、ミリタリーグレード、米軍規格入ってるんで、ESR クオリティはねもういいんでね。はい。でましたこのケース、スタンド付きのケースも安くなってました。これたまにね僕も使ってるんですけど、いいシンプルで非常にスタンドにもなるんで、でリングとかつけるまでもないっていう人はいいかもね。このケースだけで済ましたいっていうならね、割とシンプルで、安いけどねこれね。あとナッシングウォッチプロ2がね CMF か、これねグッドデザイン賞は受賞したんだ。これ僕も今使ってるんですが、持ってるんだけど、いいよこれ、コスパ。オレンジ意外といいですね。でこれ一応ここは普通の時計の規格と同じで付け替えれますので、普通のバンドで、あとこのなんかブルーみたいなやつも付けれるので、機能的にはほぼほぼアプローチと一緒じゃないかな。決済機能はないけど、ほぼほぼ同じなので、スパがえぐいそもそも安いんですけどね、さらに安くなってる。ブラックとかもあるんで、これ結構いいですよ。であとこのナッシングイヤー A かな、こちらも、安くなってないんだけどポイント還元が 21% あるので、実質1万1000円ぐらいかな。なのでありかなと思いました。この黄色がねアイコニックでいい感じなんですよね。これね結構ちっちゃい。ワイヤレス充電対応してないぐらいかな、気になる点としては。あとノイキャンとか音質ね結構いいです。意外とノイキャン、外部モードはそれなりなんですけど、価格が価格なんで、でも十分だよこの価格で。十分な性能あります。多分ナッシングやオープンかな、新しいやつなんですけど、これも、もう40% じゃないわ、20% ポイント還元、なんかちょっと安くなってるし、定価より出ますので、このデザインがねもう優勝でしょこれ。音はいいらしいんだけど、これ実物見たんだけどめちゃめちゃかっこよかった。ちょっとでかいんだけどね、これどうしようかな、かっけえと。これ前ね動画で紹介した、ローリーのやつ、モバイルバッテリー1万 mAh で Apple Watch と
これね、USB-C とライトニング内蔵してるんですよね。これどっちも内蔵してるやつね、あんまないんですよね。で、まあ 20W 出るので、まあ十分かなっていう。まあギリギリ MacBook Air もいけなくないかなっていう気はするけど。で、カラビナついてるんでね、まあカバンとかにもつけれますし、こう意外とね質感いいです。これ触り心地よくて。で、こっから1000円オフになって 10% クーポンね、前もらったやつがね、あるんですけど、なんか使いました。なんて、まあ3000円ぐらいになる。で、まあマスターカードとかにしたら100ポイントつくので、安っ。いや、安いなって思ったんで、結構ありです。はい、であとアンカーのこのね、まあ、セールではないんですけど話題になってたこう USB-C ケーブルが2個ついてるやつ、これ僕もね最近使ってるんですけどめっちゃ便利、まあ、在庫が復活してたので、まあ、若干このねワット数に癖はあるんですけども、まあ、iPhone と MacBook とか全然使えるんでちょうどいい、これ作業用に2本ねついてるんで、まあ、長さもちょうどいいかなっていう感じしました。まあ、またちょっと在庫がねなくなっちゃうかもしれないので、まあ、気になる方早めに買った方がいいかなと思います。であとバッファローのねこれなんだっけ中継機か、若干こう Wi-Fi が弱い時あって、これ買ってみたんですけどもめっちゃいい。で設定がね一応 TP リンクのやつもあるんですけどもバッファローの方がいいね。専用のねなんかアプリをね返してやんなくていいんですよね。まああることはあるんですけどアプリこれ本体だけでできるので、まあ、それがすごいいいとこかなと思いました。で簡単です。めっちゃ割と設定簡単で安くてちょうどいい Wi-Fi まあ5かな、はい、中継機、まあ、ちょっとこう電波が届かないよみたいな家庭の人はいいと思うこれ。はい、であとシャープのこの加湿清浄機がこれからの季節ね今探してるんですけど僕も加湿器とこの空気清浄機ついてる加湿器ねやっぱりいいと思います。でこの黒のモデルがね、まあ、結構かっこいいなと思って、白は安くなってないんだけど使い捨てプレフィルター3枚ついてんだ。しかもいいかもしれない買うかもしれない。はい、であとこれダイソンのこれ Amazon 限定モデルっぽいんですけども拭掃除機で、これあれなんですよクリーナーヘッドにライトがついてるほぼほぼ新しいようなやつで、そうレーザーで汚れが見えるんですよね。同じようなやつ持ってるか分かるんですけど、ほこりめっちゃ見えるこれでで全部ついててこれ5万円台結構安いと思いました。最上位だとそう結構いい値段するんだけどこれでも多分最安値じゃないおそらくね。だまあ6万多分7万ぐらいだったやつが徐々に落ちてきてるんで、あと JBL ねツアープロ2か、これまあ1個型落ちなんだけどこれでも安いと思うなプロ3がね確かまあ最近出たと思うんですけどもこう音いいこれちょっとでかいんだけどね。でこれディスプレイついてるんですよケースに。なんか地味に便利。2万最近2万1000は安いと思うわ。なんか2万5、6000のイメージでしたね。だったんでありで、あとこのなんかちっちゃいモデルかな、ライブビームがこれも2万1300円で1300円クーポンがなんかよくわからんけどついてるからこっちでもいいかなっていう気がするけど、まあ音は多分プロの方がいいと思うんだけど、まあほぼほぼでもドライバーとかはそんな変わんないんじゃないかなと思うんですけども、言ってる方教えてくださいちょっと多分全部細かく見れてないんで、そういうのちっちゃくてこっちの方が僕は好きだな。はい、あとまあソニーのこのアルトウェアですね、これレビューさせてもらったんですが2万4000円は安い。はい、でホワイトだと2万3000ぐらいかな。音これね結構いい。マーク5かな、最新の 1000WH かヘッドホンなんで、と同じプロセッサー使ってるんですよね。統合プロセッサー V2 だったのが確かな。なんでほぼほぼ同じような音が鳴る。まあさすがになんだかあでやかさみたいな鮮明な感じはあっちの方がねやっぱりこのマーク5の方があるんですけども、ガンガン楽しみたい重点音モードっていうのがついてるんですよ。アルトボタンっていうのがあって、でノイキャンね結構強いです。多分この2万円台で聴けるようなノイキャンとか音じゃないんですよ。で外音取り込みモードもまあまあ優秀なのでコスパめちゃめちゃいいんですよね。これ安すぎる。3万3000で売ってたから最初おすすめ。これ多分レビュー動画ねもうそろそろで出しますけど、リンクバッツフィットがねこれ新しいやつです。で今なんかポイントが 10% つくので、まあレビュー見てもらってからでもいいんですけど、結構良かったこれも。でこれもですね音いいんだよね。なんでマーク5かな、これ載ってないけど WF か一番ハイエンドのやつ、まあ今でも3万ぐらいで買えるからな。音はほぼほぼ同じような感じで、このプロセッサー同じの使ってるんですよね。ただ装着感がね抜群にこっちの方がいいですね。ノイキャンはまあまあって感じ、すごい強いってわけじゃないですけど、まあ弱くはないです。装着感めちゃめちゃいいんで、結構良かった。普通に音も良くて、なんでねずっとつけときたいみたいな感じはこっちがいいかもね。長時間つける人は。こちらオープンのタイプはもう出てるんですが、リンクバッツオープンね、さっきのもう本当につけっぱなしのタイプかな。これね音めっちゃいい。穴開いてるんですよ。リング型っていうこの穴開いてるタイプなんですけど音すごいいい。まあノイキャンついてくれたらよかったなっていう個人的には。それ以外はもうほぼほぼ自宅とかで使うんであればめちゃくちゃいいです。
使いやすいこれ。ずっとつけていられる系のやつ。個人的にはこのフィットの方が僕はノイキャン使いたいんでおすすめなんですけど。で、あと BOSE の、クワイエットコンフォートウルトラね。こちらも4000オフクーポンで3万円台前半ぐらいになるので、かなりいいかなと思います。ノイキャンはね、ほぼほぼこれが最強じゃないかな、今のところ。全然 AirPods Pro よりも強い。音もね、十分 BOSE なんでいいんで、ケースがでかいぐらいだな。この新しいのも出てるけどね。3万だったら俺ウルトラ買うかな、でもな。っていうところはあります。あとこのヘッドホンね、これもめっちゃ良かったんだよな、ウルトラ。これ多分ほぼほぼ総合力で言うとベストかもしれない。ソニーもいいんだけど、コーツつけがたいね、ここら辺は。音もいいし、軽くて、本当あとはデザインの好みとかだと思いますね。5000円オフクーポンが入っておりました。カラーに、ブルーかっこよかったけどね、このルナブルーは感じですかね。日用品なんですけど、チャンピオンのトレーナーですね。在庫切れになってるんだけど、これも本当安定のやつかな。クーポンが 15% オフあって、カラーによってはね、安かったんだけど、オートミール消えてんだけど在庫。セールになってて、クーポンありますのでチェックしてみてください。ちょっと安くなってさらに 15% オフになってるんで、いいかなと。このパーカーもね、これはどっちかというと薄手な感じですね。肉厚系ではないんですけども、普通に着やすいんでね、安いな、普通に。でも2900円の時だったんだ。さすがにそれはあんまないと思うけど、でもクーポン使ったらほぼほぼそんなに、3000円くらいで買えるんで、結構いいですね、チャンピオンね。はい。あとこの、この怪しい。これね、昨日ぐらいにちょうど買ったんですけど、なんでセール前に買ったんだろうと思ったんだけど、このルームウェアね、意外と良かった。一応、なんだっけ、シルク書かれてたんだけど、多分使われてないっぽいんだけど、薄いんだけど、これあったかいんだよ。これ、良かった。本当は多分、なんていう、シルクのパジャマをちょっとね、探してたんですけども、ガチシルクは結構高いんで、手洗いしないといけないんですよ。シルクって繊細すぎて。なので、一旦これで試してみようかな。全然俺これで良かった。ブラックとかもあるんで、着心地サラサラで薄いんだけど、あったかい。めっちゃ寝れました。はい。で、あとアレジオンがね、安くなっておりました。あとこの鼻炎がね、今鼻炎がやべえんだよな。はい。花粉とかの季節にもなってくると思うんで、安くなってたんで、まとめがいいと思います。48錠で。結構安くなってた。で、これ最近買ったね、フロイスなんですけども、普通に安いなと。ただ、ちょっと鏡がですね、位置が低かったんで、これ40センチね、でかすぎた。30でよかったかもしれない。ちょっと山崎実業感はあるんですけど、山崎実業若干ね、高いんで、マグネット付きもあるんですけど、マグネットは、僕は必要ないので、結構しっかりしてました。で、スタイリッシュで、白もあるんで、ちょっとカビとか目立つの嫌だなと思ってブラックにしたんですけども、それはコーディネートで合わせてもらえばいいかなって。結構安いなと思って、これ。で、結構しっかりしてました。はい。これ今ね、履いてるんですけど、サンダル。これ良かった。750円で、下がね、ふわふわエアクッション入ってる感じで、ソール割とちょっと高めな感じになるので、でも姿勢も正されそうですごいいいな、これ。そんなに音もね、ならないんで、今履いてるんですけどね、ちょうど良かった。ブラックとかもあって、ブラックの方が安いのかな、多分な。そんなことなかった。僕はダークグレーでいい感じなので、お風呂用にも良さそうですね。めっちゃ履き心地普通にいい、これ。で、あとフェイクグリーンね、これ買ってみたいな。パキラね、これはっていう感じでした。ちょっと高いなと思ったんだけど、パキラ、ねじれてるのがお金が儲かるみたいな意味らしいんですよ。知らんけど。で、後で知ったんですけど、でもフェイクではあったけど、って感じでした、これは。やっぱ枯らしちゃう気がするんで、僕の場合。なんでっていう感じでしたね、これはね。空気清浄みたいなのをしてくれるらしいんだけど、気分転換にはなる。で、オクソーだったかな、これね。サラダスピナー。いや、これは良かったです。マッコナリ社長がね、多分紹介してたと思うんですが、水切りがね、一瞬でできて、サラダ食べるんで、回転ね、これボタンパッとストップできるんですよ。で、この下のボール自体がもうなんていうの、サラダボールになるっていうか、そのまま器になるんですよ。これがめっちゃいい。確かにこのサラダスピナーにしてはいい値段するんですけども、めっちゃいい。で、このオクソをね、絶妙にこの、なんていうか、皮むき器とか、あと計量カップ、これね、上から見ても測れるみたいなやつ。大体横からここ見るじゃないですか。かゆいところに手が届くような、ちょっと高めではあるんだけど、めっちゃいいんだよね。なんで、料理好きな人とかはめっちゃ喜ぶんじゃないかなと思います。はい。食料品がですね、ブロッコリーが、これね、買ってみたんですけども、クーポン 15% あったから、これ意外と美味しかった。そんな別に期待してなかったんですけども、スーパーで買うようなやつより全然美味しくて、今日も食べたんですけど、めっちゃ良かった、これ。で、あと水は最近これね、いっぱい買ってますね。今値上げしてんだけど、100円ぐらいだったんだけど、で、提供特便にすると 10% オフになるので、120円ぐらいになるのかな、1本あたりね。でも持ってきてくれるってことを考
考えると非常にいいかなと思います。ポン入れ重いんで2816キロあるからね、普通に持っていくと。であとはバドワイザーゼロ、これはまあね、うまい最近買ってないんだけど、なんか龍馬っていうやつをね、坂本龍馬のやつ買ったんですけど、まあなんか僕はちょっと微妙だったかなっていうか、朝日のやつが今美味しいんだけどちょっと高いから、これね安くてうまいんだよね、バドワイザー。すげえ飲みやすくておすすめです。全然ノンアルで最近なんか夜とかも飲みやすいから、これでいや結構満足してます、個人的には。あとこの16穀米ですね、これ炊飯器にもうほんとバッて入れるだけで全然美味しい。これ全然うめえんだけどまあ健康にもいいですし、もう本当に炊飯器に入れるだけなんで、めっちゃ簡単で健康にも良くてうまいんで、これねおすすめ普通に。で完全飯がね結構安くなっておりまして、まあねどうせ食べるならね、完全飯って栄養バランスを33種類の栄養素っていうのが入ってるものになります。なんで普通のやつよりはちょっと高くなるんだけど、まあこれならね、なんかタンパク質とか脂質とか三大栄養素とかビタミンミネラルとかね、必須脂肪酸とか全部ぶち込まれてるみたいなこうするんで、まあ、セールになったタイミングが結構いいのかなと思います。普通に買うと高いんでね。であとなんか UFO も出てたんで、これうまいのかどうかちょっと微妙わかんないんですけど、ノンフライでまあこれならなんか許されるかなっていう感じ。ちょっとガーリックがねちょっと風味が強いっていうのはあるんですけども、それゆえそこが大丈夫ならいいと思います。はい、これも提供特便の方がいいと思うね。あと恵比寿のこの飲み比べのやつがねまた、結構お手頃な感じであるので、まあ多分ギフト用なんだけど、まあ自分で飲んでもいいかなっていう。プレミアムエールまあまあうまいかな。このシトラスブランまだ飲んでないんだよな。どうなんだろう。ブラックね、まあ美味しいです。350のまあブラン半分にしたらちょっと安くなるかな。まあ贈り物としてもいいですよね。で1本あたり200、まあ2、30円とかならいいかなと思いました。ということで紹介した製品ね、アップル製品ちょっと後ほど入れますので、まあこんな感じでまとめてあるので、見るのめんどくさい、一覧で見たいよって方はこちらで、まあ一応概要欄にも全部ねついておきますので、気になる製品あればぜひコメントというか教えてください。でこの動画少しでも良かったなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録してもらうと、またブラックフライデーとかもね、まあもう1本ぐらい動画上げるかもしれないんですけど、はい、お願いいたします。ということで次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。意外と安い意外と安いというか、なんかサイレント、まあこれとかねパッと見なんか安くなってるか分かんないですよね。ポイント還元とかが意外とあったりとか、まあ、Apple 製品もね、なんか、AirPods Pro とかなんか急に週末だから、なんか徐々にね、なんか値下げしてきてるんだよねここ数日。何なんでしょうね。まあ、新しいのはさすがに出ないと思うんで、謎ではあるんだけど、はい。まあ、楽しみましょう。まあ、ブラックフライデー、そんな変わんないと思うんでね、正直ね。はい、頑張りましょう。